この動画は2022年7月23日にクラブハウスで世界から見た安倍元首相のお話を聞き、日本と世界の違いに驚いた私。日本人だから本当のことをあなたに伝えたい、その気持ちを届けます。皆様、いつも秋山千鶴 YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございます。あなたに感動を伝えるチャンネルを目指して172本目となりました。私は一つの命が歌の力で蘇った経験から歌手になった音楽表現家の秋山千鶴です。メディアでは伝えられない安倍晋三元首相の功績について海外の方から教えていただいたことをこの動画でお伝えいたします。これはシリーズ化したいと思っていて、今回1回目、言葉と音楽で届けます。最後までお聞きになるとあなたの心がきっと動くんではないかと思います。ぜひ最後までご覧いただき、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あなたへ届ける感動のチャンネルは日本人に生まれてよかったと思える心を育てるものです。3つの流れがあり、1つ、安倍元首相暗殺事件を聞いたアメリカの様子、トランプ元大統領追悼の言葉。2つ、安倍元首相の功績、その柱は何か。3つ、やっと気づいたその心を音楽で表現、アメージンググレイスとこのようになっております。この動画はアメリカ・ボストン在住の惑星科学者廣井孝弘さんからお聞きした言葉と私が調べたものを組み合わせてお届けいたします。私のチャンネルの中で廣井さんが奇跡のはやぶさ物語のライブ動画もございますので、ご興味があられる方はぜひご覧ください。まず廣井さんのお話です。安倍元首相暗殺事件を聞いたのが夜中で、朝職場へ行かれた時、全ての人がみんな知っていたそうです。日本の元首相の暗殺事件がすぐに世界中に広がり、普通の人が知っているということは今までなかったこと。ここでトランプ前大統領の追悼の言葉をお伝えします。日本の元首相安倍晋三が死亡した。彼は暗殺された。安倍晋三がいかに偉大な人物でありリーダーであったかを知る人は少ないが、歴史がそれを教えてくれるだろう。彼は他の誰とも違うリーダーであった。何よりも壮大な国、日本を愛し大切にする人であった。彼のようなリーダーはもう二度と現れないだろう。このように述べていらっしゃいます。今からこの動画の中では安倍元首相でなく安倍首相、トランプ前大統領はトランプ大統領と呼ばせていただきます。トランプ大統領がもう二度と現れないだろうと称賛する人物は今までいなかったそうです。トランプ大統領はリンカーン大統領以降最も偉大な大統領は自分だと言っていた方だった。廣井さんはアメリカの政治を民間人としてビジネスマンとして本当に革命を起こした人物がトランプ大統領だと言ってらっしゃいました。だからマスコミから迫害をされていたのがトランプ大統領なのだと。日本でもマスコミや中国が悪く言えば言うほどその政治家は力を持っている、正しい政治家だということを日本人は知っておかなければいけないと伝えていただきました。このことを確信し、私の目が覚めました。ぜひこの動画を最後までご覧いただきたい。そして安倍首相の本当の目的、その功績の柱をまず知ってほしいです。それでは2へ進みます。最大の功績、その柱は日本が戦争で失った名誉と地位、そして日本人の誇りを取り戻し、そのために命を懸けたということですね。それも安倍首相だけでなく親子3代にわたって戦後の国防とレジームとは作られた体制、それを終わらせるという使命で憲法改正に臨む姿です。
それではここで親子3代にわたったことを詳しくお伝えすると、1960年安全保障条約の前はアメリカ側が日本を守る義務がなく、どうしようもない植民地的な条約だったものを、ちゃんと日本を守ってくれるような日米安保条約にしたのがおじいさまの岸信介首相でした。この条約が行われた時、国会や官邸の外でものすごい暴力事件になるくらいのデモがあったにもかかわらず、命がけで官邸にこもり、その条約を成し遂げたのでした。その時安倍首相は小さかったけれど、おじいさんの背中を見ながら、おじいさんが時には命がけで政治家というのは戦わなければならない、そういうことを教訓として育っていったそうです。お父さんの安倍晋太郎氏は末期がんを押して最後まで外務大臣として務められました。ここで安倍首相の話に戻すと、アジアの世界の安保を日本の首相が本当に主導的に当たり、全ての人が安倍首相にあなたはどうする、あなたはどう思う、どうしたらいいかと相談を持ちかけてあったそうです。サミットで報道されていない舞台裏ではそういうことがいっぱいあった。だから日本が永遠に教科書へ誇らしげに書かれるような、そんな人物だったと広井さんに教えていただきました。そして安倍首相が海外との調整役をされて平和が保たれていたことを私たち日本人は知らなければならないと思い、この動画を作りました。あなたにもぜひ知っていただきたい。安倍首相は日本が戦争で失った名誉と地位、そして日本人の誇りを取り戻すために命を懸けた。それも親子3代にわたって戦後の国防とレジームとは第二次世界大戦後作られた体制のことです。それを終わらせるという使命で憲法改正に挑んでいたということ、いかがでしたか？何か一つでもあなたの心に残る言葉があったら嬉しく思います。それでは今まで見えなかったものが見えるようになりましたという意味でアメージンググレースをお届けいたします。お聞きください。